世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生におけるメインクエストとして掲げております。はい、タカと申します。今回なんですけども、ちょっとね、いつもと趣向を変えて、長回しの動画で少し撮っていこうかなと思います。よりね、こうリアルな、なんと言いますか、作業している日の状況みたいなものを、生っぽい感じでね、お届けできたらなぁなんて思ってます。新しい試みなんでね、今回だけで終わる可能性もあるんですが、ちょっとね、以前から一度やってみたかったのでね、お付き合いいただければと思います。いつもよりはね、かなり長い動画になっちゃってると思うんですが、ラジオ感覚とかでね、作業のお供的な感じで聞いていただけると嬉しいなと思います。今回はちょっと蹴りですね、キック、蹴り技主体で戦うキャラクターっていうのをちょっと作っていきたくて、で、ちょうどですね、こういう格闘系のモーションアセットですね。パンチとかもあるんですけど、かなりキック、蹴り技の方が多いかなっていう感じの内容になってます。うちのゲームって、キャラクターの移動距離ですね。攻撃振った時とか、敵の攻撃ガードした時のガードバックとか、どんなアクションする時でも結構移動距離ね、わざと長めに作ってるんですよね。それで結構ダイナミックなというか気持ちいい感じの戦闘作れてると思ってるんですけど、そういう意味でもね、蹴り技の方が全身距離、例えばこういう技とかね、かなり長くできそうなんで相性いいかなって思ってます。あと単純に人間の体の構造なんですけど、腕よりも足の方が大きいっすよね。フットじゃなくてレッグの方ですね。こういう足のサイズ何センチですかみたいなここだけ見る感じじゃなくて、股下っていうんですかね。レッグ全体で見たときはパンチする拳よりもかなりでかくて、攻撃の予兆とかも見やすいんですよね。敵キャラとしてやっぱ映えやすいのはキック、蹴り技をね、対応してくるタイプかなと思います。で、以前ですね、お城のレベルデザインの動画やってた時に、確か初出しした敵キャラの映像で、ダガーを投げてきたりとかね、あと蹴り技をちょっと使ってくるタイプの敵がいたんですけど、そいつの時もね、蹴り技でかなり前進したり空中を浮遊するような感じを出したりしてね、こいつなんですけど、わかります？だいぶ前進距離すごいっすよね。こういう敵として映えるキャラをさっきのモーション、蹴りがね、かなり豊富にあったんですが、あれでも結構いいキャラ作れるんじゃないかなということで、ボスにする候補なんですけどね、今回作っていくの。このシャーマンタイプの女性キャラですね、ちょっと武器、今メイスがついてるんですけど、これは別の武器に変更する予定ですね。あくまでも打撃というか蹴り技主体で、この女性キャラね、シャーマンキャラ作っていこうと思います。まずスケルトンですね。骨格データをうちのゲームで使っている人型骨格差し替える必要がありますよと。これでプレビューのマネキンが変わりましたね。1段目、2段目、3段目、4段目、5段目と。良さそうっすね。で、とりあえずモーションの下準備として、あれなんですよね、持ち手、武器をね、右手とか左手にアタッチすることになると思うんですけど、正しく表示されるためのね、仮想ボーンっていうのを使ってるんですけど、それの位置調整をちょっとする必要が出てきます。これはもううちのゲームで使ってる敵キャラの攻撃モーション全部にやる必要があるっていう感じの作業を今からやっていきます。今日ね、12月の13日お昼なんですけど、TGA ね、が今ちょうど開催されてて、今年の GOTY 何になるかなみたいな感じのことやってるんですけど、GOTY そのものよりも、エルデンリングのね、ナイトレインだっけ？その、協力型のね、3人プレイできる、オンラインメインの運営型のゲームなのかなあれ。モンハンっぽいような感じもありつつ、っていう新しいタイトルというか、スピンオフ作品なのかな？発表されてましたね。めちゃくちゃおもろそうだったけど、フィールドが自動生成、ランダム生成ってことで、ちょっとね、ブラボの聖杯ダンジョンを思い出すというか、大丈夫かっていう感じはしたんですけど、しかも今回エルデンリングっぽいオープンなフィールドでその自動生成をやるってことで、多分ね、かなりとんでもないことやろうとしてるんですよね。めちゃくちゃ技術的にも難しそうというか、その生成されるフィールドがね、どれくらいのクオリティになるのかにもよると思うんですけど、またすげえ挑戦してるなっていうことで刺激もらいましたね。その公開された動画の冒頭部分で、おそらく自動生成されたっぽいフィールド、ちょっと小砦みたいなところの映像が映し出されてたんですけど、やっぱり確かにね、エルデンリング本編の、やっぱフロム作品ってレベルデザインめちゃくちゃいいじゃないですか。マップの構造が神がかってて、すげえなっていつもプレイしてて思うんですけど、フロムクオリティのめちゃくちゃ洗練された考えに考えられた、練りに練られたマップ構造、
フィールド構造かって言われると、ちょっとね、そこまでのクオリティには達してない感じがしましたね。なんかこう、本当に、なんか決められたパーツとかが組み合わさって自動生成されてるのかなみたいな。ちょっとワクワク度合いは少しエルデン本編よりは下がるようなマップに少し見えましたね。まあ自動生成なんでね、そら仕方ないんですけど。でもあれを PV の冒頭に持ってきてたんで、かなり開発段階ではクオリティ高い部分を見せてると思うんですよね。どうなっていくか、今後の動きに期待っていう感じですけど。アクション面は順当に進化してましたね。ダッシュの速度がちょっと上がってんのかなわかんないけど、早く走ってるように見えたな。壁を登るパルクールっぽいアクションがあったり、滑空要素ですよね。鳥に捕まって。ああいう要素ね、絶対必要なんですよね。オープンワールドで滑空のアクションが出た時に、なんかこう思考停止でね、ゼルダのパクリとかいうコメントがよくネットで散見されますけど、現実にあるさ、パラシュートとか、そのハングライダーみたいなものをゲームに入れることに対して、それをちょっとネガティブに言うのは、個人的には違うんじゃないかななんて思っちゃいますね。オープンワールドって基本的に普通の移動、歩いたり走ったりとファストトラベル。その他にそのちょうど中間となるような移動方法が絶対あるべきなんですよね。ないとストレスがやばいというか、例えば馬に乗って走るとか、それこそ滑空するとかね、高いところからだったら滑空で非常に素早く移動できるとか、あとは乗り物に乗るとかもありますよね。近未来系のゲームとかだったら。そういったファストトラベルと通常移動の中間にあたるような速度の移動ってもう絶対に必要だし、それって結構できてるんですよね。馬で移動するとか、ドラゴンに乗るとか、滑空するとか。そこに既存のよく使われてる今回滑空っていう要素でしたけど、を出すこと自体をなんか咎めるようなネガティブな物言いっていうのは結構創作の幅を狭めてるのかなと思っちゃうんでね。なんかそのゲームシステムっぽいものをね、公式サイトでさっき見てきたんですけど、3日間をサバイバル生き残って最後に出てくる夜の王ってやつを倒すと、ワンサイクル終了勝ちみたいな感じのゲーム性らしいっすね。おそらくですけど、オンラインプレイがね、メインのゲームになるんで、なんかハンターランク的なものとかもあるんですかね。汗人ランクみたいなのが上がっていって、なんかいろいろできるようにできることが増えたりとか、なんかランクマッチ的なものもあるんですかね。そのスコアを競うみたいな。なんかね、ちょっとそういう要素がないとオンライン系のタイトル欲しいと思っちゃいますよね。で、なんとなくですけど、その運営型のタイトルになるのかなっていう風に見えてて、例えばですけど、8体の夜の王って書かれてましたけど、9体目、10体目、11体目の夜の王がアップデートとかで追加されるとかね。そういうこともあるのかななんて思いましたね。今までの、例えばエルデンリングとかもね、アップデートで戦闘バランス調整したりとか、そういうのはやってましたけど、本格的な運営型タイトルって多分やるの初めてですもんね、フロムがやるのって。いやー、やっぱ現状に満足せずにね、挑戦し続ける、その姿勢には驚かされますね。素晴らしいです。さっき言ってた武器の持ち手とかのね、下準備以外にもちょっとしないといけないことがあって、モーションにね、カーブ値貼り付けて、その部位ごとの影響度合いみたいな、どこまでモーションの影響を受けるかみたいな、すごいざっくりと言いましたけど、ことをやっておりましてですね。そいつも基本的には必ず設定しないといけないという項目になっとるんですな。このモーションをちょっと実際ゲーム内で使えるようにしてみましょうか。どんな感じの見栄えになるか見たいしね。とりあえず以前作ったクリムゾンナイトっていう開発名称の敵から攻撃モーション、モンタージュを1個コピペして、SHA アタック、11とかにして、シャーマンフォルダに移動と。モンタージュって中身にね、モーションデータを投入して管理するみたいな仕組みになってるんで、側自体はね、コピペしてきて大丈夫なんですよね。SHA アタック11。このさっき用意したモーションを中に入れて、元々のクリムゾンナイトのモーションを消すと。このモンタージュっていうのが一応ゲーム内で使える形になってるんで、とりあえずSE とかね、めっちゃずれてると思うんですけど、これが SE 鳴らしてるやつですね。そりゃそうで、さっきのクリムゾンナイトの攻撃の SE 鳴らすタイミングで今音鳴ってるんで、それはずれてて当然だろって感じなんですけど、一旦モーションを味見したいだけなんで、SE がずれてるとこはどうでもいいですよと。次、あれだね、AI。ビヘイビアツリーっていうので動かしてるんですけど、それも、あれっすね、シャーマン用のビヘイビアツリーを用意したいということで、こっちもクリムゾンナイトから一旦コピペしますか。ツリーの中身がこんな感じになっ
ってて、とりあえず大元の動線一回切ります。ここ切らないとクリムゾンナイトの動きで動いちゃうんでね。一回テストモーション流したいんで、こっちにね、テスト用の素材置き場みたいなの作ってるんで、ここに動線つなげて、ウェイト3秒。ここに 3.0 秒って書いてますよね。3.0 秒ウェイトしてから、このモーション流しますよというような単純な回路を作ります。でこのアタックっていうノードで、攻撃モーション再生できるんですけど、まださっき作ったモーション登録してないんで、データテーブルですね。攻撃ワンモーションごとに登録していく必要があるんですけど、とりあえず、シャーマン用のデータテーブル作りましょうか。この適当にコピー、ペして、SHA、リネームして、これはメイスの人ですね。一番弱い雑魚敵なんですけど、こいつ、モーション3つしかないんだよね。この3行しか登録されてないの見てもらうとわかると思うんですけど。かなりコスパのいい敵っすね。制作サイドからすると。で、1行だけちょっと新しく SHA アタック11で追加しまして、さっきのこの蹴りモーションね、2回蹴るやつを登録しますと。で、さらにこのデータテーブルを、大元のでかいデータテーブルがあるんで、そっちに組み込みますと。ここね、新しいやつを組み込みまして、セーブと。これで、さっきのビヘイビアツリー AI の行動回路のとこですね。ここのアタックモンタージュの行の名前のとこに SHA ってやると、さっき作ったデータテーブル、反映されてましたね。アタック11番。これで、蹴り攻撃をやってくれるようになるはずですと。じゃあ、このシャーマンのブループリント、キャラクターブループリント開いて、ビヘイビアツリーですね。のコンバットのところに、シャーマンのビヘイビアツリーを登録して、コンパイル、セーブ。さあ、動いてくれよ。いいっすね。かっけえ。攻撃判定とかもね、タイミングデタラメに今ついてますけど。クリムゾンナイトの攻撃タイミングで判定出ちゃってますね、多分。いや、いいなぁ。なんかこう、かっこいい女性キャラに蹴られると、ね、なんとも言えない気分になりますね。モーション、絶対こいついい敵になる気がしますね。この最初の1個目のモーション作ってテスト再生した時に、だいたい、この素材だったら、この素材と培ってきた経験、地罰でいつも作ってる敵の作り方やれば、だいたいどれくらいのクオリティになるかっていうのはなんとなく想像できるんで、こいつは量的になりそうな予感ですね。こいつはね、あれなんですよね。めちゃくちゃちっちゃい武器持たせたいんですよね。ダガーとか。なんかそのダガーも戦闘用っていうよりかは、なんか儀式とかに使うような細具みたいな武器にしたいんですよね。ダガーはすでにもう作ってるんで、コンポーネント追加でダガー。なんかね、メイスぐらいでかい武器持ってると、なんかちょっとブレちゃいますよね。これくらいちっちゃい武器の方が。ぽいね。すげえぽい。ビジョンが見えてきたんでゴリゴリと作っていきましょうか。ゲーム制作あるあるなんですけど、このタブの順番とかって、なんかお気に入りのあれ出てきますよね。僕的にはデータテーブル、そのコードを登録するところが一番左で、次がそのキャラの脳みそ、ビヘイビアツリー。最後に動きみたいな感じ。概念、脳みそ、動きみたいな順番で、こう左から順にね、ウィンドウ並べてやってますね、僕はよく。例えば攻撃判定追加するとかだったらね、これも攻撃判定も僕概念的なイメージなんですけど、このアタックプリセットっていうデータフォルダ、また開くんですけど、ここにね、すべての敵の攻撃によって発生する攻撃判定のデータ、ダメージ量とかスタミナ攻撃力とか、どんなダメージモーションが出るかとかね、っていう、データがたっぷり詰まった概念のフォルダがあるんですけど、こいつも概念なんで左なんですよね。コードパラメータ、攻撃判定、ビヘイビアツリー、脳みそ、モーションっていうね、順番で開いてよくやってます。あとね、TGA で出てた別のゲームの情報で、ついに、ウィッチャー4来ましたね、映像。ゲームプレイ映像ではなくて、プリレンダのね、おそらく、ムービーシーン的なものがね、6分ぐらいの流れてましたけど。今回はあれなんですかね、シリが主人公なんですかね、おそらく。PV 見ててめっちゃ良かったのが、ウィッチャーっていうことがね、装備から発覚するシーン。ああいうのすごい好きなんですよね。ウィッチャーって剣を2本持ってるんですよね、必ず。鉄の剣と銀の剣。鋼と銀だっけな。鋼の剣と銀の剣みたいな感じで2本持ってて、それがウィッチャーの証なんですよね。しかも鋼の剣が、対人よ。人とバトルするときに使うやつで、銀の剣はなんかモンスターとかとね、戦闘するときに
使う剣みたいな感じで、こう背中にね、2本の剣を斜め掛けしてるんですよね。で、なんか今回の PV のね、カットシーンで、なんか生贄の儀式みたいなの行われてるんですけど、そこの群衆の中にシリらしき人がいて、剣を2本背負ってるんですよね。その時点で僕気づいて興奮してたんですけど、で、村人の誰かがね、それ見て、ウィッチャーみたいな感じで気づくんですよね。もうあのシーン大好き。背中で職業バレするみたいなね。装備構成で職業がわかるみたいな。よだれ垂らしながら見てました。ウィッチャー3でもね、確かシリを操作できるシーンってあったと思うんですよ。だからこれ当時の記憶なんで曖昧なんですけど、ゲラルトよりクソ強かった記憶があるんですよね。なんか瞬間移動みたいなのできたりとか。違ったかななんか、とりあえずめちゃくちゃ強くて、なんかマリオでいうスター取った状態みたいな、あんな感じのゲームプレイでしたね。なんかシリを操作できるときは、すげえ嬉しい時間みたいなイメージがあったんですけど、今作ではね、ちょっとね、また違ったプレイ感にしてくるんだろうなとは思いますけど、あとビジュアルも良かったっすね。その映像の綺麗さっていうか、そのキャラクターとしてのシリのビジュアルが個人的にはすげえ好きでしたね。今使ってるこのソフトや、カスケーダーっていうモーション作成するソフトなんですけど、リグがね、入ってないんですよね、今。リグ使わずにモーションの作業できんのかよ、みたいなね、話あると思うんですけど、下準備でバーチャルボーンのね、位置をうちのゲームに合わせた位置に変更してるだけなんで、逆にね、リグ入れない方がやりやすいっていうね。で入れるときは、使ってるリグがあって、そのモーション自体をね、修正したいときもよくあるんで、使ってるリグがね、あるんですけど、このリグっすね、多分ファイル名とかでググったら出てくんじゃないかなって思うんですけど、UE4 のマネキン用にカスタマイズされたリグっすね。結構使いやすいんで、モーションの微調整とかやりたい場合は使うといいんじゃないかなと思います。でうちの千葉でよくあるモーション作業としては、こういう下準備だったりとか、あと前進距離の調整ですね。序盤でも言いましたけど、なんかはもうルートボーンの調整だけでできるんで、そういう場合はリグ入れずにやった方が良かったりしますね。この下準備でやってる作業内容も軽く解説しておくと、この IK ハンドガンっていうね、ボーンを選択。その下についてるね、子供のボーンも同時選択して、この右手のあたりをね、右クリックして、この右クリがなんか相対選択みたいな感じなんですよね。その右手の位置との相対座標をコピーしてっていうね。この今97フレーム目に置いてる1フレのポーズが、うちのゲームチバスで使ってるキャラクターの基本ポーズなんですけど、こいつからコピーして右手と武器用の IK ハンドガンのボーンの相対座標をコピーするというようなことをやってますね。これはアセットをね、めちゃくちゃいろんな方が作ってるやつをたくさん様々な種類を使わせていただいているので、こういった作業が必要になってくるっていう感じですね。はい、じゃあ残りの4つのモーションもね、下準備、モーション部分の下準備できたんで、有意以上にね、持っていきますと。紐付けでスケルトンを選択して全てインポート。ここね、気持ちいいんだよね。4つのモーション読み込むとちゃんと4回分進捗バーが出てくるっていうね。10個ぐらい一気に読み込むとね、なかなか気持ちよくて好きっすね。おそらく最新の PC 使ってたらもっと早いのかなわかんないですけど。さっきね、アタックの11番作ってたんで、それを基準にしてね、同じ作業をやっていきます。モーションね、読み込んだ時、必ずね、ルートモーションを振られた状態で上がってくるんで、これも絶対有効にしないといけないですね。モーションツールとかで修正したモーション、再度読み込んだ後は必ずルートモーションにチェックを入れますと。次、モンタージュ化ですね。このコントロールプラス D で、デュプリケイトって言ってね、複製。コピー&ペーストを一気にやるようなコマンド、ショートカットがあるんですけど、デュプリケイトしていきまして、モンタージュの中に、さっきのモーション登録して、このアニメーションもこのプレビューするフォルダというか画面、今開いてるこの画面あるじゃないですか。なんかね、5.4 へのアップデートのタイミングだったかな忘れたんですけど、ルートモーションがね、なんかデフォだとこういう表示になっちゃったんですよね。そのキャラクターが移動しちゃうっていう。前方に進むモーションは実際移動して表示されちゃうっていうね。これが非常に個人的な作業をしづらいんで、コントロールプラス F。これショートカット自分で設定したやつなんで、プロジェクト設定から各々で設定してもらわないといけないんですけど、ショートカットに登録しちゃうぐらい、こっちの方が作業しやすいです。前に進むモーションだとしても、実際の移動量は表示されずに、その場で、モーションをしてくれるっていう。これ同じ人多いんじゃないですかね。どうなんでしょう。デフォをこっちにしてほしいんですけどね。もちろん移動量を見たい時もあるんですけど、見たい時は見たい時で別途ボタンを押すぐらいでいいのかなって思っちゃいますね。
さあ、モンタージュの準備できましたので、コードパラも複製して、11から15まで作成と。で、さっきのモンタージュを登録しますと。これ、またUE のアップデの話なんですけど、コントロールプラススペースでこのフォルダが開くんですよね。昔はここでコントロールプラススペースもう一回押すと、フォルダ閉じれてたんですよね。閉じれなくなっちゃって、押さないといけなくなっちゃったんですよね。上の画面を。ポチって感じで。これがね、非常にやりづらくて、この13、アタック13のモーションを13の行に登録したいっていう時に、まずコントロールスペースでフォルダ開くじゃないですか。で、13を選択して、昔だったらここでコントロールスペースを押すと、この13の行の選択状態は維持されたままこう、フォルダ閉じてくれてたんですけど、今回からはコントロールプラススペースで閉じなくなったんで、上の画面をどっか押さないといけないんですよね。こういう感じで。で、押すと13の行の選択が解除されちゃうんで、もう一回13を押して、で、登録ってしないといけないんで、ちょっとね、やりづらいんですよね。じゃあこれどうするかっていうと、次14でちょっと説明するんですけど、コントロールスペースでフォルダ開いて14を選択。で、もう一回上の画面を押さないといけないんだけど、上の画面でこの14の行のところを押すと。で、登録ってするね。これエイムしないといけなくなったんですよね。行をエイムしないといけないっていう。これね、ちょっと地味に、もう最近慣れたから別にいいんですけど、昔の操作方式の方が個人的には楽だったなというのがありますね。じゃあ次、脳みそ部分です。今回ね、11から15までコンボ攻撃で出したいんで、シーケンスっていうね、ノードを使います。これ連続でやってくれますよっていう、アクションをね、連続でやってくれるノードで、さっきのですね、このウェイトフラグ3秒待ってからスタートっていうやつと並列につないで、このシーケンサーの下、5つ分のアクション、実行するノードを用意しますと。で、こうやってね、横方向に順番につないでいくんですね。このシーケンスノードは左から順番にこう再生していきますよ。処理していきますよっていう、特徴がありますので、左から順番にアタック11からアタック12。で、アタック13、14、15という感じで用意してやると、5段コンボね、実行してくれると思うんですが、攻撃と攻撃の間のね、キャンセルタイミング、モーションのどの辺から次の攻撃に移るかっていう設定を全然手を入れてないんで、多分ちょっと汚いかもしんない。あ、結構綺麗だったね。いい感じだった。いいっすね。ただこれ最初に言った通り、モンタージュに貼り付いている、攻撃判定だったりとか、SE、それからさっき言ったキャンセルタイミングを管理するためのフラグとかも貼り付いてるんですけど、それがね、全部クリムゾンナイト。最初のコピペ元で作ってたクリムゾンナイトからコピってきたやつなんで、全部調整しないといけないですね。当たり方おかしいもんね、今だって。判定がデタラメなところについてるんで。あと前進距離もね、もうちょい長い方がいいっすね。特に1段目、2段目あたり、全然前進しないんで、4段目、5段目あたりは結構ね、前進するけど、そいつらもちょっと伸ばした方がいいかな。うちのゲームマジで前進距離長いんで、こんな感じで。それに合わせて作っていく必要がありますね。次っすね、コンボ2とコンボ3も、同様にね、下準備全部終わらせてゲーム内で使える状態まで持っていこうっていうところなんですけど、これももしかしたらね、僕だけというかおまかん問題かもしれないんですけど、アニメーション書き出すときですよね、エクスポートするとき、このボタンを押すのめっちゃ怖いんですよね。というのも、ここでアンリアルエンジンがクラッシュする、フリーズする場合がめっちゃというか、割とよく見る感じで、で、一応ね、対応策っていうのももう経験則的にね、知り得てて、それ一応ね、同じ症状で困ってる人のために紹介しとこうかなと思うんですけど、一回このアニメーションのWindows ね、基本何かしら一個開いてると思うんですよ。モンタージュだったりシーケンスだったり。それを一回閉じるっていう。絶対これやった方がいいです。閉じて、もう一回開き直して、この新しい状態でアセットエクスポート押すと、これ1回目でクラッシュしたことは僕はないです。ただ、この開き直しっていうのをやらずにアニメーションエディタが、開かれて30分、1時間、2時間ってね、開きっぱなし
こう、他のモーション開いた時も同じウィンドウで開き直されるじゃないですか。そう、アニメーションウィンドウってね、結構多分処理が重いと思うんで、1個しかウィンドウを開かないようになってるんですよね、基本的には。なので、ウィンドウの開き直しっていうのが起こらないと。なんかまあその辺が関係してるのかなって思うんですけど、まあ、ただフリーズするのも、そのエキスポートボタンを押すときだけなんですよね。ここでフリーズしちゃうことが、まあ割とあるので、エクスポートする前にだけ一回ね、アニメーションウィンドウ0個の状態にしてからやるっていうのが、個人的にはかなりおすすめですね。で、一回開き直したら、もうね、こういうエクスポートするときはまとめて一気にやっちゃう。なんか作業してから、後でもう一回エクスポートしますとかやろうとすると、フリーズする可能性があるので、エクスポート作業はまとめてね、やっちゃうと。で、まとめてやるときの最初の一回は、アニメーションウィンドウを開き直してやるという風にすると、アンリアルエンジンさんがね、ご機嫌に動いてくれるかなと思いますので。まあこれもね、もしかして僕のパソコンでしか起こらない問題っていう可能性は大いにあるので、まあ同じ症状の方とかいたらね、開き直し戦術試してみてください。ちょっとですね、そろそろお腹が空いてきたんで、この下準備作業終わったとこあたりでね、ちょっとお昼ご飯でも食べに行こうかなと思ってるんですけど、最近めっちゃハマってる定食屋さんがあって、ちょっと今日もね、そこ行こうかと思うんですけど、何がいいって、蒸し野菜、温野菜がね、ついてくるんですよね、定食に。なんかあんまないっすよね、そういうお店って。すごい健康志向で、ご飯もね、16穀米だったりとか、で、付け合わせについてくるスープもね、野菜がたくさん入ったクリームスープみたいな感じで、めちゃくちゃね、健康志向で、クソうまいんだよね、その味が。そこ、まあちょっとね、歩いて15分ぐらいのところなんで、まあちょっとね、遠いかなって感じなんですけど、満足度がすごいというか、なんかすげえ活力がね、湧いてくるんですよね。いいもの食べたら、めっちゃね、お昼以降の午後の作業とかも、すげえはかどるんですよね。まあちょっとね、遠くまで歩くってのも、まあいい運動になってね、帰り道とか腹ごなしって感じになるんで、ちょっとね、その定食屋さんのこと考えながらね、ちょっと霧のいいところまでね、作業を進めていきたいと思います。ちょっと話変わるんですけど、最近ね、まあとあるボスと戦う、まあボス戦エリアみたいな、ボス戦フィールドみたいなの作ってたんですけど、そこでね、戦う敵、これ動画で出すのは初めてですかね。ツイッターの方でね、ちょっと先出ししてたんですけど、まあ、ツイッターと言いますか、X ですね。X の方でポストさせてもらって、最近ね、結構 X の方は海外向けにね、ちょっとやってみてるんですよ。ポストの文章を英語にしたりだとか、あとちょっと前にね、海外向けの、戦闘システム説明動画みたいな感じで、ボイスはね、バリバリ僕の日本語なんですけど、動画の方にね、機械翻訳かけたね、英語でのキャプションをつけて、ちょっと海外の方にリーチしてみるということで、割とね、これやると結構明確にウィッシュリストとかもね、伸びたりしてるっぽいんですよね。ちょっと講談社さんの方で、その辺は集計してもらってるんですけど。でね、YouTube 動画の方ではまだこの新しいね、騎士タイプの片手剣プラス大盾みたいな感じのこのかっこいい騎士との戦闘映像流してなかったなーっていうことで、ちょっとね、挟んでみました。あとやっぱ海外に来たちはね、すげえリプが、なんかワクワクしてる感がね、めっちゃ伝わってくるような、テンション高めのね、リプをくれるんで、結構その辺も面白いなとか思いながらやってます。YouTube でね、国内の方にリーチして、X ではちょっと海外のファンの方も狙っていくというようなね、プロモーションで、今後もやっていこうと思います。はい、ということでね、ちょっと飯食って帰ってきたんですけど、さっきね、ちょっと言い忘れてたんですけど、エルデンリングナイトレインね。あれ、PV に無名の王出てきてたよね。あれね、ちょっと話忘れてたわ。めっちゃびっくりしたね。なんかエルデンリング本編でも、過去作で登場したモーションとかはね、リサイクル的な感じで使われてるやつは結構あったんですよ。例えば、竜に焼かれた廃墟とかにね、出てくる、汎用型の飛竜ね。あいつの上空飛びながらブレスしてくる技とかは闇くらいミディールのモーションだったりとか、あと獅子の今週だよね。あいつはゲール G のモーションね、流用してたりってことで、結構しっかりソウルシリーズやり込んでたプレイヤーからすると、ちょっとニヤリとできるようなね。なんか使い回されてて不満だなっていうよりかは、ちょっと懐かしさを感じるような、なんか嬉しい感じのリメイクになってて、すごい印象良かったんですけど。
ぱね、新規モーションの中にリサイクルされてるモーションが混じってるだったりとか、戦闘全体を通して見たときはちょっと違うね、ゲームプレイ感になってるのが良かったのかなと、個人的には思ってるんですけど、ナイトレインのね、ネームレスキングさんは、なんかほんと数秒しか映ってなかったんですけど、結構まんまネームレスキングじゃんって感じの見た目してましたね。あれも新規モーションとか追加されてるのかなとわかんないですけど。まあ外伝的なね、立ち位置の作品だと思うので、そこまでね、言ったらナンバリング、そのダークソウル3とかエルデンリング本編みたいな。ナンバリングって言っていいのかな、その音域の作品と比べると、ちょっとね、そこまでめちゃくちゃ力を入れているわけではないというかね、過去に作ってきた資産を用いて、それをちょっと味変しながらね、外伝的な立ち位置の作品として作って売っていくということで、まあ利益率とかもね、開発費を抑えれそうなんで、利益率とかも上げる狙いでそういう風なやってるのかなとか思ったり思わなかったり。なんかどれくらいの力を入れたタイトルなのかっていうのが未知数ですよね。多分おそらく運営型の、オンラインメインのタイトルっていう、結構ね、新しい軸にはなってるんで、結構フロムってやっぱりね、その調整周り、特に対人オンラインプレイ周りの調整とかでね、結構ユーザーの不満を買ってることが、あったりなかったりっていう感じなんでね、そこにしっかりとね、向き合って、このナイトレインでね、その分野でも強くなっていくのかっていう、さらなる飛躍、成長を見せてくれそうな気がして、なんか勝手にね、ワクワクしてます。ベースがね、エルデンリングなんで、めちゃくちゃ外すってことはないと思うんですけどね。ちょっと続報に期待したいですね。ちなみに今やってる作業なんですけど、アニメ通知って言ってね、このモーション、上で再生されてるモーションと、下のタイムラインがリンクしてるんですけど、ここに、そのモーションのね、この時間、このフレームに攻撃判定つけたいだったりとか、このフレームで音鳴らしたいみたいな、SE 鳴らしたいみたいなことを制御する部分をね、今やってますね。このオレンジが攻撃判定なんですけど、攻撃判定のだいたい6フレーム前ぐらい、0.1 秒前ぐらいに音鳴らしてますね。とか、そんな感じのことをやってます。あとね、このモーション、結構バニラで使うとね、発生が20フレーム以下ぐらいで、ちょっと早いんですよね。うちのゲームにしては。ということで、実際ゲーム内で使う場合は、ちょっとね、ため入れて使っていこうかなと思います。これもまだ仮っすけどね。さっきね、ご飯食べてきた帰り道で、ちょっとコンビニ寄ってね、コーヒー買ってきたんですけど、ペットボトル入りのね、500ml ぐらいの。今ハマってる銘柄があって、スターバックスのやつ。それのブラックをよくね、買ってるんですけど、水出しコーヒーっていうんかな。めっちゃ薄いんですよね、味が。こういう薄めのブラックコーヒー一番好きっすわ。なんかもう、水としてね、乗飲したいぐらい飲んじゃうよねっていう。でもね、濃いやつは濃いやつで好きなんですよね。同じペットボトルのシリーズだと、クラフトボスでしたっけ？あれのブラックとかはね、結構味濃いんですけど、味濃いやつはね、長時間作業にうってつけなんですよね。ちびちび飲んでも満足感あるし、この 500ml 1本がなくなるまで、作業ぶっ続けでやったろうとか思って、やると、なんかもう平気で6時間とか経ってるんですよね。めっちゃ進捗出たわって思いながら。クラフトボスはね、マジで作業のお供としては超ありがたい存在ですね。このアニメ通知の貼り付け作業やってる時に、よくね、例えばこのモーションとかって、右足のかかとで蹴ってから左足で蹴るっていうね、右、左って感じのモーションなんですけど、攻撃判定ね、別の部位につけないといけないんですよね。よくね、ケアレスミスで同じ足、両方とも右足につけてたりとかしてね。意外とね、気づきにくいんですよね、そういうミスって。なんか戦ってる時も、一段目パリするとね、攻撃と攻撃の間が、多分この技は、7フレームぐらい、0.1 秒ぐらいしか空いてないんですけど、通常パリが成功した時って、無敵時間が付与されるんですよね。主人公に。なんで、1段目をパリで取ると、多分2段目はね、その無敵時間で透かせるっていう。ストリートファイター6でジャストパリ取った時みたいなね、仕様が入ってるんですけど、それのおかげでというか、それのせいでと言いますかね。そういった攻撃判定両方右足についてたみたいなミスも、なかなかね、テストプレイで気づかなくて、なんかね、3日後ぐらいに投資プレイしてる時に気づくみたいなね、あるあるっすね。単純に攻撃判定はね、パラメータの量が多いっすね。一応さらっと解説しとくと、まず、どこの部位に攻撃判定を発生させるか。ウェポン、武器に発生させるレフトハンド、ライトハンド、レフトフット、ライトフット。それか
からウェポンサブ。これは左手に盾持ってる場合とか、二刀流の人は2本目の武器の方ですね。に判定つけたいときはウェポンサブと。で、このアタックプリセットのところに攻撃判定を登録しますと。判定はね、先ほどちょっと前に紹介しましたが、このあれですね、データテーブルから行の名前を指定してね、情報を取り出すことができます。もうすでに攻撃判定435種類あると。みたいですね。で、あとはこのアタックアングルディグリー。このゲームは攻撃の方向属性っていうね、概念があるので、右から攻撃してる場合は90。でこの回し蹴りに関しては両方とも左からの攻撃なんで、攻撃者から見て左手側からの攻撃なんで、270度ですね。下だったら180、上だったら0度っていう感じで数値を設定してあげる必要があると。あとはコリジョン識別 ID ですね。こいつは例えば複数武器持ってる双剣のキャラとかで同時にこんな感じで攻撃判定を発生させたいとき。判定は右と左で2つ出すんだけれども、ヒットするのは1回にしたいっていうときはここのコリジョン ID を同じ ID にしてあげるとダブルヒットしなくなりますね。ヒット情報が共有されると。反対に双剣両方とも攻撃判定出して2回ダダンって感じで2回連続ヒットさせたい場合はコリジョン ID をね別の ID にして登録してあげるとそういった挙動を取ることができますと。とね、こういう回転蹴りみたいな、剣でもいいですけどね、回転して攻撃するタイプのモーションに攻撃判定をつけるときなんですけど、ぶっちゃけこれどこからどこまでが攻撃中かってちょっとわかりづらいじゃないですか、回転って。なんかもうこの辺から攻撃判定出てるのかみたいな。右足の話ですね。いや、はたまたこの辺からなのかとか。この自分の体の真ん前に右足が出てるときは、絶対攻撃判定ついてるよねとか。この辺とかもね。地面に着地するまで判定出しっぱなしなのか、それとももうこの辺で攻撃判定終了させるのかみたいなね。結構悩むと思うし、ゲームによってね、それは変えていくべきだと思うんですけど、千葉の方針としては、まずですね、そのアニメーションウィンドウ一旦閉じて開き直しますと。開き直すとね、必ずキャラクターの正面に、カメラがある状態でアニメーション確認することができるんですけど、この角度ね、ここからカメラ動かしたりしないで、絶対に最初に開いた時のデフォルトの角度、真正面にカメラがある状態で見ます。この視点をね、毎回同じ位置から調整することによって、感覚のズレをね、なるべく防ぐっていう目的がありますね。基本敵の攻撃判定の場合はね、ちょっと少なめにつけます。例えばもうこの辺からね、当たって痛そうな感じはするんだけど、この辺まで待つみたいなね。体の前に攻撃判定部位が来てる時にさえ攻撃判定ついてれば、極端な話ですけど、この37フレームから39フレームまでの2フレーム間だけ。ここだけ攻撃判定つけるとかでも一応機能はするんだけど、さすがにね、横移動とかに弱くなっちゃうんで、ちょっとスカスカだなって感じの印象になっちゃうんで、前後2フレームぐらい拡張して、35フレームから41フレームぐらいまで。この後のフォロースルーの部分、この辺とかもね、本来の再生速度だと、これくらいのスピードで動いてるんで、攻撃判定残っててもおかしくはないんだろうけど、的にはそういうところはつけないっていう方針ですね。当たったら痛そうな区間、フレームをまず見つけて、その区間の頭と尻尾部分はカットして、真ん中の部分、大トロの部分にだけ攻撃判定を実際に乗せていくというような感じで作っていってますね。はい。というわけでね、アニメ通知の調整がある程度終わったんですけど、こんな感じですね。ただね、この状態でもまだ全然問題があって、わかりますかね？もうちょい食らってみますね。攻撃がね、スカっちゃうんですよね、全然。ちょっと邪魔が入りましたけど。前進距離がね、足りてないんですよね、全然。攻撃モーションでもっと踏み込んできてくれないと、せっかくね、コンボ攻撃してるのに、次の攻撃が当たらなくなっちゃうということで、これはゲームによってね、ダメージモーションでどれくらい後ろに差があるかとか、その辺は違いあると思うので、ゲームによりけりなんですけど、千葉の特徴としてね、いつも言ってるようにめちゃくちゃ前進距離とか、あと爆性の交代距離とかのね、ダメージで後ろに下がる距離とか、とりあえず移動距離はめちゃくちゃ長くしてるので、それに合わせてね、モーションの方を調整していく必要がありますよと。で、移動距離の調整方法なんですけど、基本的にね、ルートボーンっていう一番、根っこについてるね、ボーンですね、の距離を調整していくことになります。基本的にこんな感じでね、攻撃モーションの途中で、足が動いているところ、足踏みしているところですね。なんかは結構がっつりと移動距離出しちゃっても、
違和感は出にくかったりするので、しっかり止めるところは止めつつね、伸ばすところは伸ばすっていうメリハリを効かせた調整をしていくと、いつもお見せしているようなね、千葉のダイナミックな感じの戦闘の見え方になりやすいかと思います。特にこういうインパクトの瞬間ですよね。からここ行くときとかに大きく前進させてあげるといいかと思います。こんな感じですよね。最初の一発目、一段目の蹴りだけちょっと伸ばしたんですけど、ちょっと早すぎて分かりづらいな。アニメーションスピード一旦 0.5 倍速でいきます。わかりますかね？一段目伸びますよね。インパクトの瞬間に。これをね、全部のインパクトの瞬間にやっていくことで、迫力出しつつね、コンボもしっかりと適正距離で当てれば繋がるっていうような感じに持っていけるかなと思います。これはもちろんですね、敵の攻撃モーションだけじゃなくて、プレイヤーの攻撃モーションもね、敵よりもさらに伸ばしてることが多いですね。3D のアクションゲームってどうしてもね、奥行きを、人間の目の機能的にね、2D 画面に投影された 3D 空間の奥行きをしっかりと見定めるっていうのが、目の構造上ちょっと難しい要素になってるんで、プレイヤーの攻撃はしっかりね、前進して、当てやすいようにしてあげる必要がありますよね。千葉はゲームの性質上ね、コンタクト、相手に触れること自体はたやすいというゲーム性になってるんで、敵もプレイヤーも両方ともですね、通常パリっていう結構強いガード方法があるので、比較的簡単にね、コンタクトは取れて、ガキンガキンとね、パリを連続で決めていくような戦闘が起こりやすいように、こういったモーション一つ一つ取ってもですね、そういったところを気にかけながら作ってるという感じになります。こういったですね、空中に浮くタイプの攻撃も、比較的前進距離、出しやすいモーションですよね。特にこの技は、白エフェクトの出る、ジャストパリしないとスタミナ大きく失っちゃうよっていうタイプの技にしようと思ってるので、しっかりね、ガード、あるいはパリ、必ず敵キャラとプレイヤーとの衝突、コンタクトが起こるような技にしたいので、この技は特に前進距離かなり長めにする必要が、そういうゲームシステム的なね、側面からも、必要性は強いかなと思います。ので、しっかり伸ばしていきます。で、こんな感じにね、モーションの修正作業っていうのを結構たくさん何回も微調整って感じで重ねていくことになるんですけど、こんな感じでね、修正したデータ、FX ファイルは、Unreal Engine 上のね、修正前のデータと、同じ名称で保存しておいて、そのままね、ドラッグ&ドロップで裏書きしていくやり方が非常にね、時間効率的にね、良いやり方になってます。もちろんね、修正作業でめちゃくちゃ失敗しちゃった場合、古いファイルがね、上書きしてなくなっちゃうことになるんで、慣れた作業にしかやらない方がいいとは思うんですけど、こうすることによって、アニメーションシンケースも今ね、ドラッグ&ドロップで更新されましたし、アニメーションシンケースを含むこのモンタージのデータですね、を11番から15番まで全て更新されて、要は、ドラッグ&ドロップした後にすぐプレイ開始ボタンを押せば、もう直でね、修正の結果、見ることができるので、こんな感じですね。コンボちゃんと繋がるようになりましたね。ちゃんと、プレイヤーが被弾して、後ろにノックバックしますけど、その距離と同じぐらい、敵キャラクターも蹴りながら進んできてくれるので、途中でスカることなくね、最後まで当たるようになりましたと。本当に先端で初段を当てた時とかは若干2段目とかがスカる可能性はあるかもしれない。けどそれはさすがにね、ド先端で当たった時ぐらいは別にいいかな。相手が前進してくる距離と、こっちが後退する距離が、ほぼほぼイコールぐらいになってると思うんで、ちょうどいいかな、これくらいで。で、ついでに攻撃判定とかもね、ちゃんとパラメータ調整しといたんですけど、ダメージリアクション変わってるの分かりますかね？右から蹴られたときは、そっちの方向にひるんで。はい。というところでね、唐突に翌日のハイタカにね、バトンタッチさせてもらいました。あれからですね、さらにゴリゴリと作業を進めまして、昨日の状態からはね、見違えるような、かなり様々ないろんな動きをね、してくるようになりました。ここまで来たんですが、まだ全然ね、完成ということではなくて、この状態でようやく叩き台といいますか、最低限、一人前の敵として動くようにはなったよねぐらいなので、ここからさらにね、調整加えていってブラッシュアップしていく必要があります。いつもながらですね、最初は、
かなり強めにと言いますかね、かっこよさ重視でいろんなとこ調整して作っていって、この状態でね、製品版出しちゃうとちょっと強すぎるっていうね、クレームが来ちゃうぐらいの感じで最初は作ってます。で、こっからね、ちょっとマイルド方面に調整していくというような流れで作業することが僕は多いですね。そのマイルド調整加わる前の状態の映像をちょっとね、今流しているところになります。ということでね、今回はちょっと趣向を変えてね、かなり長回しの動画で色々と喋ってみました。ちょっとね、慣れない撮影方法だったんで、お聞き苦しい部分とかもね、多々あったかと思うんですが、またね、同じような動画撮るときは改善できるようにね、努力していきたいと思います。今回やってみて思ったのは、それこそ TGA の話題とかね、普段のゲーム業界関連のニュースとか時事ネタみたいなところをちょっとね、深掘りしながら喋っていくみたいなのは、あんま今までやったことなかったんですけど、普段からね、僕自身そういうゲーム界隈のね、まとめ動画とか見るの好きなんで、刑事チャンネルさんとかね、キャベツの人とかね、中井戸さんとか、そういう需要のある人に刺さればいいかなという感じでやってみました。一番きっかけとしてはね、以前東京ゲームショウ行った時に、講談社のね、ゲームクリエイターズラボの他のね、ゲーム開発者さんたちと、お食事させてもらう機会があったんですけれども、その時にね、相高さんの動画を作業 BGM 代わりにして聞いてますみたいなことを言ってもらえて、おそらく再生リストで見てると思うんですよね。僕の動画って基本はね、10分前後、10分以下の動画とかがね、かなり多いので、最初の1本目、世界一面白いゲームを作るっていうね、緑のテキストのサムネ、動画からずっとね、制作実況系の動画は1本の再生リストにまとめてちょっと僕のチャンネルの方に置いてるんですけど、多分ね、その再生リストを使って、長時間の作業のお供として聞いてくれてるのかなということで、なるほど、そういう需要もあるんだな、みたいな風に実感した出来事があったんですよね。一人でね、家にこもって黙々と作業してると、ちょっと誰かに向けてね、喋りたい内容とか、溜まってくるじゃないですか。今回だと、エルデンリングナイトレインの話とかね、ウィッチャー4の話題とか、そういうものをね、今回まとめてちょっと、ブワーっとね、喋ることができたんで、なかなか撮影してて面白かったですね。ただこれが視聴者の皆さんに受け入れられるかどうかはちょっとわからないんですが、反応を見ながらね、これからも色々と試行錯誤していけたらなと思います。ということで、今回この辺で終わりたいと思います。Steam の方ですね、すでにページ公開中です。ウィッシュリストに登録してお待ちいただくと、もうすぐね、無料の体験版出しますので、その時に通知行ってね、忘れずに遊んでいただけるかと思います。それではまた来週もよろしくお願いします。